は、マイフェルです。今日は画面が出てますけど、最近、とある曲を録音しまして、で、これから動画編集をやっていくところなんですけど、その様子を、少しお見せしようかなというライブ配信をやりたいと思います。はい。で、こんな感じでいつもやっています。あとは今日はお話をしながら、のんびり編集していこうかなと思うので、ゆるくいこうと思っています。いつもこんな感じなんですね。ちょっと今、私がカメラ映っちゃってるから、右下ちょっと隠れちゃってますけど、エフェクトとかが入ってるところなんで、そんなに関係ないかな。ちょっとカーソルちっちゃくて見にくいかもしれないですけど、上のが、これちょっともう、最初の段階というか、整えた、これが基本形というか、これに、ちょっとアップを載せたりとか、なんなりしてるんですけど、これは、私が7人写ってるので、7パートいます。で、この下になんかすごいいっぱい細かいわーってあるのが、これ全部その一個一個の映像なんだけど7個以上あるんですよね。っていうのは、2カメで最近撮ってるんですよ。全身が映る感じと、一応この下の方は、これ手元を撮りたくて撮ったんですけど、映像と音別々なので、タイミング合わせたところでまでやってあるんですよね。で、その先のことは私もまだちゃんとは見てないんで、ちょっと怖いんですけど、何があるかわかんないですけど、どうしようかな。とりあえず聞いてみますか。ブレス・オブ・ザ・ワイルドのルッタの曲ですね。新中の曲も、私メドをやったし、この前ナブリスやって、だからもうやりたいなと思ってルッタやって、こんな感じになりました。この大量の自分を見るというのはもういつも編集は慣れたけど、大量の自分を見るのはちょっと未だに慣れませんね。最初、出だしが、で、こっからバスが入るのね。うん。なので、最初はちょっとこの人ですね。これが一番アルトなんですけど、ちょっとこの人をでかく出しておこうかなと思います。一番アルトこれなんで、そういうところは私を切って、これをこうしてコピペして今上に出したんですね。で、今同じサイズだからちょっと分かりにくいんですけど、結構ね、広角に撮ってる。今ちっちゃいから、どこまででかくしますかね。これさ、あんまりそうだよね。こんなにしちゃうとさすがに映像耐えらんないか。楽器を大きく映したいけど、なんか口元映るの嫌だし、ねいろいろそんなこと考えながらやっています。だから嫌だよね、この口だけ映ってんの。うん。でもなんかこういう感じで始まりたいと思う、ここは。ここでもう鳴ってるんだよな、バス。この辺かな。そしたら、同じアングルがつまらないから、バス持っていきましょうか。これバス、一番バスだからこれかな。これ2カメの方なんで、でもこっから次入っちゃうんだよな。うん。
とりあえずこうして、こんな感じして、こうして、こうやん。これさ、しかしながらどうしたらいい？なんか、でかすぎる。なんかこの大きさもいつもわからないんですよね。引きがいいのか。でもこれはもう結構アップ、もともと手元用にやってたから、そんなにも引きができないんですけど、難しいですよね、編集。どんな感じなのかな。謎の作業ですね、これ。どうしたらいいの？で、ここまでがフルートが2本で、他の楽器も鳴ってるんですけど、要はお休みはピッコロと2番バスだけが、他はいるんですけどね。全部乗せきれないから、難しいですね。ここさ、なるほど。なんか2カメ頑張って2カメで撮ったのに、今回あんまりカメラの角度、その2つのカメラの角度がそんなに変わってなかったから、そんなに変わってないですよね。微妙になんかちょっと違うだけだから、うわ、失敗したなぁ、みたいな。ここは笛2本を出しましょう。2番と、バスの切れ目をこうして、この2つを選択し、コピーし、なので今ここから下は、もういじらないところというか、これをここから上で、なんかアップにしたりとかして編集するみたいな感じでやってるんですよね。多分これってなんかこう、一つの何かにこうまとめたりとか多分やると思うんですけど、私はもう表に全部出しっぱみたいな感じでやっちゃってるんで、それでなんかこんな凄まじい段になってるっていうところはあるかもしれない。で、今これ2つがクロップしてるのを全部解除して、意外とだからこう、結構引きで撮ってるから下まで実は映ってるという感じなんですよね。手元だけ映したいんですよ。なんとかして。大きさは一緒にしたいから、半々にしたい。とかピチッと止まるとこがあるから、今回実は、1番フルートと2番フルートは、これ、色違うの分かりますか？違う楽器使ってるんですよ。という、実は今回、ちょっとこだわりがありまして。なんです。途中でチェンジさせてるんですけど、1番フルート銀、2番フルート金でやってます。で、私がいつも使ってるのは、この今右に映ってる金の方がメインの楽器なんですけど、この曲を最初録音した時、最初メロディーラインだけ普通のフルートで録音して、それに合わせてバス、アルト、フルートピッコロって録音してるんですね。で、いつものように、いつも使ってるこの金のフルートの方でメロディーラインを取って、録音の準備を始めたんですよ。なんだけど、なんか、このルッタのメロディー聞いてたら、なんか違う気がしちゃって、音色的に、なんかね、なんだろう、明るすぎる感じがしちゃって、で、それはね、吹き方とかを工夫すればいいんだろうけれど、なんかふとその時に、この銀の方で吹いたら、いいかもしれないみたいに、なんかちょっとひらめいて、でこの曲を私は、2回繰り返して、1回目銀がメロディー、で、2周目は金がメロディーライン吹いて、で、また銀に戻ってフェードアウトみたいに作ってみたんですよ。で、だからちょっと音色のね、違いがね、楽しめたらいいなぁ、みたいな感じで、最初そういう風に、するつもりなかったんで、譜面も全部ちょっと、書き換えというか、ちょっとやり直ししてたりなんかしたんですけどね。そう。という、今回はこだわりポイントが、一般的に銀の方が柔らかい音が出て、金の方が明るい音が出るって言われたりしています。で、あとはそのメーカーとかの違いとかもあるんで、私が持ってるこの2本だと、金の方がやっぱりちょっと明るい感じ、立ち上がりのいい音が出る感じかな。で、銀の方がもう少し柔らかい感じなのと、この子はね、なんか結構ちょっとこう、渋い感じというか、の音が出て、なんかその感じが、ルッタのメロディー、あれ最初大声がやってると思うんですよね。なんかそれになんかより近い感じがしたので、その銀の方を採用してみたという感じでちょっとこだわってやってみて。ちなみに私のこの使ってる動画編集ソフトはファイナルカットプロというものです。
私パソコンが Mac なので、Final Cut Pro 使っています。これでいってるのかなあ、伸びちゃってるね。何これは。これは、だから、そっか、クロップの方も動かすようにしなきゃいけないのか。これめんどくさいな。待って、これ、クロップも、そっか、こっちが機能してないから、クロップの方がこれに連動して動かなきゃいけない。これ、めんどくさいな。やめようかな。うん、やめよう。これ、もしかして、こっち使ったらどうなるんだろう。こっちの、とりあえず1だけ取ろう。この辺かな。で、こうして、これって手元使えるんでしょうか。でもこっちの方がもうちょっと正面に映ってるから、いいのかな。ちょっと、でもこっちの方がちゃんと入ってるかな。これ使ってみようかな。でもね、最初は大事。で、ここで、ダダダダダーン。そう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 。そうそうそう。何を思ってんだかっていう。まあでもここだよね、切れるなら。で、これはでも枠に収まってる。少し動いてるから、最初はここでよしとして、で、ちょっとこの画像の暗さみたいなのは、一番最後に調整しようかなと思います。ここまで動いてるから、こんな感じ。で、こうすると追いかけてくれるはずね。どうしようか。次をどうしたいかによって変わるような気がするので。とりあえず、ここで1番フルートの手元、2番フルートの手元って切り替えて、なんか、日本がやってんだよみたいなのを表現したいような気がするんですけど、これコピペして、だいたい同じように。これ動いちゃうのもついてくるから、これのパラメータはリセットして、で、まずちょっと収まるようにして、なんか、もしかしてこっちの方が、そんなことない。大きく取れてるということもない。今回は、立って拭いて取ったんですけど、椅子に座った方が、もう少し動きが抑えられるんで、結構ちゃんとカメラの、ちゃんと中心にずっと収まってる感じがして、実は編集しやすいです。でもなんか立った方がでも、やっぱり吹いてる自分としてはやっぱり自由だから好きなんですけど、しかしこれ、戻ってくる。戻ってくるとここで一番ここが下かな。ここが一番低いのか。この辺ですね。なるほど。最初の点を打ってないですかで、こうして、ここら辺が下かな。もっと下行ってるこの辺この辺ですかね。で、上げて、もうこれ切れちゃってる、この辺。あんまりこれ動かすとなんか酔いそうな気もして心配ですけどね。ブンブン動いてますね。この辺が上かな。ここら辺が一応上だから、ブーン Y 軸を下げて、ここまで3本しか稼働してないんですよね。3人だけ。だから他はちょっと何もしてないので、いらないな。今こうずっとこうピンで来て、ここもまだ3、いや、待てよ。ここはまだちょっとセカンドアルトはまだ吹いていたんだ。で、こっから消える。なんか自分で吹いてるくせに、なんかここ吹いてたって忘れちゃってんのかいってしますよね。忘れてるんですよ。本当に。なんか、この多重録音をするようになってから、本当に譜面を覚えないようになってきたんですね。なんでかっていうと、覚え込みすぎると、なんか他のパートを吹いた時にごっちゃになっちゃうんですよ。曲は一緒だから、だけどやってることがそれぞれパートが違うので、でもなんかどこかになんか他のパートのなんか記憶がなんかゴーって残ってると、不意にそれ吹いちゃったりとかして間違えちゃったりするんですよ。だから
なるべく増えたら忘れるみたいな感じなんで、最近ずっと録音してるので、本当に忘れてるんですよ。だからこう、編集の時も、あれ、これなんだろう、このパート何やってたんだろうとか、本当に、譜面見るまで思い出せなかったりすることが結構あります。さすがにメロディーを吹いてるパートとかは、忘れないですけど、あとまあ、バスも結構印象的で忘れないかな。セカンドフルートとか、このアルトとか、内声やってるのは特に忘れちゃいますね。短期間で多重録音で自分で全部吹くと、なんか私はその方が曲全体の構成のイメージは持ってるんですけどね。細かいそれぞれのパートの音のことがあんまり、ほんと譜面見るまで記憶が蘇らないようにしてやっています。まあさすがにちょっと練習しないともうこれ絶対できないわっていうのはちょっと時間かけて覚え込むほど練習するものもありますけど、でもそれで言うと、このルッタもちょっとアルトのパートやばかったんで少し練習時間は取りましたね。だから、どうしましょうね、ここ。ここどうしようかな。要はこれ4本しか稼働してないし、これ途中でもう休み入って、もうやってない。もう吹く気ないもんね。これでもどうしたらいいんだろうな。そういえば、これ1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。要は最初って50奏なんだ。5本編成で、なので、そもそもこの7に乗っけてる必要がなかったんですね。今気づいたんだ。なるほど。なるほどね。なるほど。1、2、3、4、5、5個並べる。ふんふんふん。ちょっと待って。うん。こっから7。なので、ここからは7に絶対なるから、それまでにはこういう形にしたいけど、いつからこれにするかっていう。でも、もしやるなら、やっぱり、そう、5から7にボワってトランジションかけてやることもできるけど、なんかそれ変な気がするんですけど、どうなんでしょうね。なんか一個なんかピンで映ってるの挟んでこれがバーって出た方が増えたみたいな感じがしていいのかなと思います。ねえ、これ難しいな。難しいなとか自分で言ってる。多分ね、これルッタ線のとこに入ってからだったらもっとわかりやすくて編集サクサクいきそうなんですけど、最初のところね。もう一人一人出せばいいか。そうだな。なんか今ちょっと自分の中で少しイメージがあるんですけど、なんか形にできないっていう感じに今陥っています。なんか説明できない。うん。待って、まだ10秒ぐらいなんですよね。いや、ここはでも大事だ。大事。頑張れ。頑張れ。で、まあなんか挟んでもこっから7人が出てきていい気がする。もう、なんか増えたみたいにしたいんです。で、それまでの間をどんな風につなごうか。今日は特に悩んでます。この前あげた、ポコポケモンのテーマ曲は結構サクサクできたかな。結構あれは多分分かりやすかった気がする。いろんな楽器にこう映ったりしてたんで、結構、なんかこんな風にやろうかなっていうのイメージが湧きやすかった。こういうなんかデリケートな感じの曲の方がやっぱり難しい感じがしますね。でも、あとちょっと。
なんか全然進んでないけど、今頭の中で進んできた。だから、そうそう、ずっと一人一人って来てるから、これ4分割できないかなっていう。うんうん、ここら辺まで、ここまで4分割でやってみたいので、素座それをするには、あったかなあ、作ってないかなあ、でも4分割でしょあ、うん、こういうものを使います。うん。こうして、こうして、分割の線を用意しておきます。そして、めっちゃ睨んでますね。どっかを。これ多分、あれです。カメラ回ってんかなって見てるんだと思いますね。そしたら、これはでも正面より向いてると、ちょっとこの、さすがの縦読むに、ここに4人入るかちょっとやってみたいと思います。アルトとフルートね。OK。ここと、ここと、ここと、で、ここが多分おしまいだから、これでこうして、こうして、これコピーして、アルート。で、これは線を作って、今は何が起きてるか。待って。一番上の層からやるべきか。でもちょっとこれわからないね。そしたら、一回クロップを全部解除して、こうなって、で、まあ、位置もね、おかしくなってます。で、現れました。どうで、あと、そっか、大きさまで一緒に全部さしちゃいたいから。なんかこれ、もしかして微妙に大きさこれ、しかし、こんな細い縦長のとこに4人も入るのかなってしますね。こういう時、本当どうしたらいいんだろうといつも悩みます。まあ、フルートという楽器は、まあ、人間は縦で、楽器は横なので、なんか、どっちにも幅を使っちゃう動画の、こう、なんか分割で入れたいときに、まあ、どっちかというと横かですね。あ、でも、そういえば私ってこう、縦にこう4分割みたいばっかりで、こう、例えばこう、十字に4分割で入れたことないです。それってどうなんだもうこう、これはそれに似てるのかなちょっとまあ、変えることは簡単だから、待って、なんかサイズをいじっちゃう。1。例えば、入んないよね、本当に。これって、じゃあこの線は後で消しちゃうから、なんか、試しにやってみましょう。いや、でもどう考えてもハマらん。ここの中に入れようと、4分の1に入れようとしてるんですけど、でかすぎるのか、これがね。151のサイズだから、178になっちゃう。150%くらいにすれば、なんかでも、まあ動いてるからね、大きさが違うんでしょうね。仮にちょっとやってみましょう。このくらい。いやー、しかも結構楽器によっては動いてた気がするから、仮にこうしたらどうなるのか実験でやってみます。151%だから、この人がめっちゃくちゃ動いてそうっていうか、なんか全然遠近が違う。遠近が違いますね。で、これ左だから、これもしかして、やらない方が良かったのかなこれやってみないとわからないですからね。再生したらまた雰囲気が、印象が変わるかもしれない。なんかしかしながら、なんか面白い技法ないかななんか、いや重ねる、透かす。ここ、ちょっと待って、これ私は止まりすぎだから、で、ここでちょっと一人出して、まあちょっと保留にします。ここでなんか変わった感やっぱり欲しい気がするよね。うん。で、まあここなんかとりあえず考えて、ここから、それかもしくは、なるほど。わかりました。ちょっとここは、なるほど。わかった。ここは5分割で出せばよい。で、ここさ、うん。ちょっ
とわかりました。としたら、ちょっと変更します。で、一回消してしまって、1は多分一緒でいいから、こうして、1、2、3、4、5。で、ピッコロと2番が吹いてないから、こうして、こうして、ちょっとこの3分割は難しいので、こうして、こうする。この人をここに乗せて、この角っこ切れて、こうして、こんな感じね。こんな感じ。で、アルトが2本いるから、またこれをここの枠の中に入れて、最後に広げてあげて。で、これはこんな感じで、もうちょっと前行ってみるかわかんないですけど。で、ここは、半分がこのぐらいなのかな。結構入っちゃうんですね。真ん中どこかなこれピタッと止まって、止まってくれるんですよ。ね。で、真ん中にどこまで、あるある。なんか、2番フルートの人が怪しいけど。なるほどね。めっちゃ動いてるんだ。そしたら、もうこれは後で消すので、で、そうしたら、で、どうなんですかね。この、ここまで、ここまでいるから、こうして、で、こことここは、これを使うってことに、例えばしておくと、ありますね。よし。で、ここだな。ちょっと遅いね。こんな感じ。ここら辺から、さて、3本なんだけど、オッケー。じゃあ、うん。だだだだだだだ。あると多めにしようかな。ところで、いやー、こっちなんか暗いし、切れちゃってそうだよな。ちょっと欲しいですね。こうして、ここまでを一番アルトがやってるはずなので、で、最後が、ここまでをこうして、こうします。こうします。で、これはとても、ここら辺は結構多分簡単にこういうの、というか、こんなことしなくて、なるほど。なるほど。まあ、こんなもんでいいか。下げて、こんなもんでいいか。ちょっと譜面台がちょろっと入っちゃってるの気になりますけど、で、大きさ決まったんで、これを、同じように他の残りにもコピーすると、簡単に。で、ちょっと細かい位置調整をしてあげましょうか。なんか、こっちより、アルトはちょっと小さくかな、若干はあるんですよ。立ってる位置が微妙に変わっちゃうので。ちょっとね、目で。でも、なんか、いや、でかいな。アルトの人は大きいですね。193なのか、全部。193。多分たまたまだからなんで193なのなんでで、例えば、これはなんかそんなに問題ないのかと、ちょっとこれ前に動くので、ここにいるじゃないですか。で、ここで、このくらいまでスーッと動くように、キーフレームを入れてあげたらどうなりますかね。こんなもんかな。こんなもん。で、そう、ここのちょっとつなぎが問題があって、もう、そう、なんか、こんなのしない言うてた
プランをやろうとしてるんですね、今。ここのトランジションをうまく入れるためには、どっちをどうしたらいいの？これ、本当はね、こういうのってこう、グループ化とか普通使うんですけど、なんか尺が足りないのなんのって言われることがあって、意味がわからなくなっちゃうので、とてつもなく、なんか動画を編集すごい慣れてる人がいたら、そんなことしてんのって言いそうですけど、こうします。こうしたらどうなるのかな？もう少し後ろに持っていきましょう。このくらいどうかな？変わるのが早すぎる気がした。なんか縦線が一瞬見えるな。あれか。再生してるからボケてるだけかな？うんうんうん。重なってるだけか。やっと来ました。本編みたいな。うん。なるほど。うん。とりあえず、なんかこの最初のルッタが出てくるところ、なんかこの曲の構成だと、なんかイントロみたいな感じになってるのかなですけど、そこは終わった。以上できました。ちょっと聞こう。曲のことをなんか話したい、こっからは。そう。せっかくなんで、ちょっと編集じゃなくて、ちょっと曲のこと話すか？そう、さっきの金と銀の話、これわかりますかね？ちょっと、最初金で吹いてるところのメロディー流すので、いきますね。これ。この辺までかな。この辺まで。これが銀のフルートで吹いた時の音です。で、この後入れ替えるんで、金で吹いたらどんな感じか。この辺。1分30秒くらいからか。これが、金で、違いわかりますかね？とてつもなくなんかもうマニアックな感じしますけどね。若干悪い気がするんですよね。こっちはちょっとやっぱり音が立ってる感じがするかな。うん。普段操作性的にはもういつも吹いてる金の方がやっぱり吹きやすくて、重量、なんか重さのバランスも違うんですね。この2本。重さも違うし、細かく言うとこの後ろがこっちが長くて、ちょっとこっち短いんですよ。だから、そのお尻のバランスも全然違うんで、やっぱりちょっと、吹きにくい部分はあったりするんですけどね。こっちに慣れすぎちゃってるっていうのはあって。うん。そうなんです。そんなこだわりがあって。うん。好みの問題ですね、音は。でも久しぶりにこうやってしっかり吹いてあげられてよかったです。で、ずっとこのなんか、6連符でやってるんですけど、アルペジオをずっとね、タラララララタラララっていうのを、どっかしらがやってるっていう構成にしました。ピアノがやってるかな？ここはずっとアルトがやってる。うん。みたいな。これはさ、自分でね、書いてるからあれなんですけど、このパートね、とんでもないことになっちゃったんですよ。この吹いて、頭からずっとアルペジオで、なんかずっと忙しいことをやってるんですね、この人。
で、まあ、ずっとやってます。音も微妙に変わってるんで、これはちょっと要練習パートでしたね。うん、まだやってます。で、これ間髪入れず次から、まあ、メロディーソロなんですよ。ここから、金管がやってるところかな。ここ一番好き、かっこいい。だけど、ちょっとこのアルトのパートが鬼畜になっちゃった。今回。で、終わったらまたすぐ休みなく、またアルペジオをやり出すっていう、なんか、アルト、フルートいじめみたいな感じになっちゃったんです。まあ、この人数だけで収めようと思ったら、こうなってしまいました。で、2番アルトは何してるかっていうと、タッタカタタッタカタッタッタカタタみたいな、小太鼓かながやってるリズムをひたすら吹いてるんですね。実は。ちょっと聞こえにくいけど。タッタカタタッタカタタ、ちょっと聞こえやすいかなタッタカタタって。で、そうそう、ここのね、駆け上がるところは、ピッコロだけで寂しいから、そこだけ、一緒に、音かける。ここはね、一緒にやってもらったり。っていう感じで、結構忙しかった曲でした。うん。で、そう、アルトがソロや、メロディーの時は、どっちかのフルートが、そのアルトがやってたアルペジオを吹く、みたいな感じだったので、なんかもう休みがなくて、まあ、吹き応えのある感じでした。楽しかったし、やってみたい曲だ。かっこいいよね。もうほんとこのさ、アルトフルートでやってるけど、金管のソロのとこめちゃくちゃ好きで、この曲、ここ、もっとね、力強い感じにしたかったけど、もうみんな吹いちゃってて空きがないんですよ。だからバスともユニゾンさせたいくらいもっと強くしたかったし、なんならアルトフルート5本ぐらいで吹きたかったぐらいもっと強くしたかったけど。そうね。なんかこう、無駄にパートを増やすの、まあ多重録音なので、その気になればね、なんかいくらでもパート数増やせるけど、なんかあんまり、まあ自分も大変になっちゃうし、なんかまあ、この編成って決めたらその編成でなんとか収まるように仕上げたいなと思ったらこうなった。そうで、今これ3週目。で、まあこの辺でちょっとこう、フェードアウトしようかなって。だから、このなんか、アルペジオってルルルルルみたいなのアルトは3回やってるんですよね。全部吹いてます。1回撮ったのをループさせてないんで、私。そう、あと私は、そう、パソコンが、ノートパソコンがあって、今編集してる画面はもう一個目の前に、ちょっと大きいモニターの画面があって、そっちに映してるんで、デュアルモニターみたいな感じで、今編集をやっています。いつもそんな感じ。ここのアルペジオのフルートをちょっとでかく映したいと思っていました。こっから多分ね、だから早い気がします。なんか吹いてる時から、ちょっとなんかもうイメージがあったんですよ。こうしたいなみたいな。ここをなんか見てもらいたいなみたいな感じ。ドミラドミラドミラビルドドドド。ちょっと待って。ここら辺かな。うん。なんかこのタイミングは自分の耳というか音でちょっとこの追尾させてみたいと思うので、キーフレーム追加し、下がる。下がりきった。下がりきったから、こうして、ミューン。ダメだ、もうここまでしかないんだ。おー、楽器下がるね。私結構忙しいところ、音が多い、音数が多いところ、楽器が結構下がる傾向にあるっぽいですね。動画をこうずっと撮ってて、
思いました。ちょっと忙しいなとか、ちょっと難しいなって思うところになると、楽器が少し下がるですね。動画撮るとなんか自分の癖が分かっていいですね。うん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 。こんなもんですかね。これさ、あえてなんだけど、そう、このくらいにしたらどうパラメータイクって、このくらいの大きさにして、うん。おーして、おー、なんか、うん、こんな感じに。うん。ここはまあもうピッコロだね。うん。で、ここからはアウトがね、一番かっこいいとこ。うん。ですね。という感じで、なんと11時を回ってしまいましたね。うん。という感じで、いつも、編集をやっています。なんか2時間あっという間でした。ちょっと最初がね、悩みすぎたね。でもこれ多分、頭はもう確定したので、うん、あとちょっと細かい微調整をして、この辺は多分このままでアップされるんじゃなかろうかと思います。うん。うん。うん。こんな感じですね。そう、本当はさ、ここら辺さ、この辺さ、元の曲、そう、グロッケンみたいな、鉄筋みたいのが入ってる。うん。なんか鉄筋の音が印象的な感じがするんですよね。で、なんか本当はここは、まあ、せめてピッコロでも同じメロディーをやって、ちょっとその金属感みたいに出したかったんですけど、その後に、ここからピッコロどうせ使うから迷ったんですよね。なんか差別化をもっとするために、そう、今回は言えなかった。うん。どっちが良かったんでしょうね。って感じですね。はい。ほんと最初に言うべきだったんですけど、あの、いつも温かいコメントをくださったりとか、高評価をしてくださったりとか、チャンネル登録してくださったりとか、本当にいつも本当にありがとうございます。いつも私は吹いてるだけの動画しか上げてないから、自分の言葉で伝えるチャンスがあんまりないので、それもあってやってみたかった感謝の気持ちが伝えられる、直接伝えられる場があってもいいかななんて思ってやってみました。本当に皆さんお付き合いくださりありがとうございました。では、おやすみなさい。